札幌ラーメンの歴史、その裏に隠された人情ドラマとともに、札幌で最初のラーメン、札幌で初めてラーメンが提供されたのは大正11年まで遡ります。大久庄司氏と達夫人が営む竹屋食堂というお店が生まれます。そこで働いていた調理人のオーブンサイさんが作る料理は当時の中国人留学生に人気だったらしく、特にロースーメンが人気だったそう。ただ日本人の口にはやや油が強すぎてそれほど高い評価ではなかったそう。その後オーブンサイさんは小樽で独立するために竹屋食堂を去るものの、それを受け継いだ竹屋食堂と新しい2人の中国人調理人によって日本人の口に合うように改良された麺料理へと進化していきます。これは醤油味で焼き豚、シナチク、ネギが乗るという今に続くラーメンと近いスタイルだったと言われています。さてロースー麺が日本人向けに改良されていくその過程でその呼び名も変化していきます。ロースー麺という名称が日本人には呼びにくく分かりにくかったこともあるのだと思います。日本人のお客さんの中には中国人料理人の作るそれをちゃんそばとかちゃんころそばと中国人を侮蔑するような名前で呼んでいたそう。これは馴染みのない文字と発音のしづらさが原因と考え、龍麺というメニュー名に一時変わります。龍麺ってどうかな。竹屋の庭に植えられていた雲龍柳が麺に似ていたからという説もあります。ですがこれも柳麺と勘違いされたのか定着しなかったそうです。そこで達夫人は2人の料理人とさらに新しい名前を考えます。おかみさんはかつて王文才さんが料理が出来上がった時、調理場からハオラーと言っていたことを思い出します。好了。ハオラーのラーを取ってラーメンにしたらどうかと思いつきます。ラーメンってどうかしら。これがラーメンという呼び名が初めて使われたとの説があります。諸説あります。ただ勘違いされがちですが、名前を最初に使ったのが竹屋であり、ラーメンそのものの提供が最初ということではありません。明治43年に創業した浅草来来軒はすでに品そばという名前でラーメンを提供していましたし、横浜の南京街でも品そばを出すお店が増えていたそうです。おそらくは店主大久庄司氏は仕入れなどで横浜とも交流があったでしょうし、王文才の後を受け継いだ料理人李光業氏も横浜南京街と何らかのつながりがあったと予想されます。醤油味だったことやトッピングなどから味のベースは横浜あるいは東京の品そばがベースになったのではないでしょうか。味のベースは品そばだったかもしれませんが、品そばという名称自体が別称で使いたくないという思いもあったのかもしれません。いわゆる今でいうところの品そばインスパイアということになるでしょうか。もともと提供していたロースー麺の進化と相まって竹屋食堂のラーメンになったのではないかと推察されます。中国人を侮辱する呼び名で呼ばれるメニュー名は心が痛い。そんな優しさからラーメンという名前が生まれたとすると、個人的にはそこに愛を感じるのです。戦前の喫茶店でのラーメンと戦争。さて竹屋以降大正後期から昭和初期に少しずつ札幌でラーメンを提供するお店が増えてきます。大正12年にコーヒーや軽食を出す松島屋パーラーがオープンします。当時としてはいわゆるモダンなお店だったと思われます。そこに昭和4年に一人の調理人が雇われます。王万世氏という方である。彼が入ったことによりお店のメニューにラーメンが加わるようになりました。これは大人気で瞬く間に評判になったそう。そして王万世氏は麺作りに長けていたそうです。自分麺打ちも得意っすよ。あ、日本語も得意っす。札幌の麺作りではもう一人僧侶出身の吉田坊さんも麺打ちが得意だったらしく、後に本職の僧侶を辞めて麺打ち業を始めたらしい。昭和初期には市内には中華料理店が10軒ほどあったそうだが、それらは基本的に中国の料理人が作る自家製麺だったらしい。それが王万世氏と僧侶吉田氏が他の人にも麺を分けるようになって一気にラーメンを提供するハードルが下がったのだと思う。大正14年には喫茶ルビーが現在のパルコの場所でラーメンを提供し始めた。それに続くように昭和4年から6年頃にかけて多くの喫茶店でラーメンを提供するようになっていました。うちもラーメンやろっかな。時期的に王万世氏が松島屋パーラーでラーメンの提供を開始し、他のお店にも麺を分けるようになった時期と重なります。たぬき工事4丁目のお坊ちゃん、5丁目の暁、その他に北7条西5丁目では渚、南3条西5丁目では明などといった喫茶店の名前が記録として残っています。喫茶店でラーメンを提供するという文化は珍しく、隣町の小樽ではその形跡がないことから札幌独自の文化だったと思います。
ちなみに当時は10銭のコーヒーより15銭のラーメンが売れていたと言われるほどで庶民の間に浸透していたことが伺われます。これも大万世氏と僧侶吉田氏が麺作りという大変な作業を担当し、ライバル店にも麺を提供をしてくれたことによるものだと思います。ちなみに多くの喫茶店ではメニュー名はラーメンとカタカナ表記だったそうです。東京や横浜ではその頃品そばと呼ばれていたことが多かったことを考えると、前の章でお話しした竹屋食堂のラーメンと命名しカタカナで表記をしたという出来事が大きかったのではないでしょうか。このまま札幌のラーメンは発展を遂げていくかと思われましたが、昭和16年に太平洋戦争が勃発。これによる物資統制で原料の入手が困難となり、札幌の町から全てのラーメンが消えてしまいます。喫茶店に限らず全省の竹屋食堂も例外ではなく、昭和18年には閉店してしまったそうです。残念でなりません。戦後のラーメン事情、龍鳳とだるま県。戦後の昭和21年暮れのこと、今の創成川沿いに一軒の屋台が登場します。それが松田貫七の龍鳳です。松田貫七は安くて量があって栄養価がある豚の骨に注目します。戦後の食糧難の時代ですから、その骨からゼラチン質が溶け出すまでしっかりと煮出すことで栄養を引き出そうと考えました。それにより白く煮凝った豚骨スープが完成し、さらにラードを加えることでこってりした味わいに仕上げました。また戦前の札幌のラーメンが色付け程度に醤油を使うという塩味に近いものが多かったのに対して、松田の作るラーメンは完全に醤油で味付けした文字通り醤油味のラーメンでした。これは彼が日本人は食卓では何にでも醤油をかける、醤油が大好きだから思い切った醤油味にするという考えで作られたものだそうです。醤油大好き日本人、醤油味に振り切った方がうまいべ。このこってりしたスープ、濃い醤油味が寒い北国の人たちに受け入れられ、松田の率いる屋台は連日大盛況だったそうです。だるま県と西山製麺、松田貫七の屋台が登場した翌年の昭和22年、もう一つ札幌ラーメンの歴史上重要なお店が登場します。それが狸小路2丁目にできた西山千治のだるま県です。富山県出身の西山千治は若い頃東京で麺打ちの修行をしており、蕎麦やうどん、そしてラーメンの麺打ちの技術も持っていました。その腕を生かし、札幌でも彼の作るラーメンは瞬く間に評判となります。そして自分の屋台だけではなく、周りのお店にも麺を提供し、高く評価を受けていたようです。前述の龍鳳の松田貫七も自分で麺を作るのをやめて、昭和22年からは西山千治の麺を使用するようになったとのことです。評判が評判を呼び、西山千治の麺は引っ張りだことなりますが、それによってそれまでの手回し製麺機では追いつかなくなってきます。彼が動力の本格的な製麺機を取り入れるのは昭和25年のこと。製麺を本格的に行うにはどうしても信頼のおける人物が必要となったため、故郷富山に住んでいたいとこの西山隆之を呼び寄せます。その彼こそが後の西山製麺の創業者であり、札幌ラーメンの普及の重要な人物となります。昭和28年に札幌市中央区南三条西8丁目に工場と3台の製麺機を準備。西山千治はそれを西山隆之に託します。今や札幌はもちろん全国、いや全世界に札幌ラーメンを提供している西山製麺所の誕生です。ラーメン横丁の前身、幸楽ラーメン名店街。昭和26年南五条西3丁目東方幸楽映画館西側にちょっとしたマーケットができる。8軒の店舗が入っていて、果物や菓子屋、寿司屋などに混じって来来軒というラーメン店も入っており人気だったそうです。この頃南三条から五条の西2丁目に集中していた多くの屋台、このエリアに建物がどんどん建てられ、空き地も減ったことで行き場を失っていく。前述の龍鳳もその中の一点だったため、新たな移転先として東方幸楽西側のマーケットに居を移す。それもきっかけだったのか、8軒の店舗は次々とラーメン店に変わっていった。北からラインナップは次のような店舗だったそうです。龍鳳、讃岐屋、宝蘭、来来軒、宝寿司、天津軒、満州軒、蓬莱軒ということで、当初からあるお店は宝寿司だけとなり、残り7軒は全部ラーメン店になりました。正式名称は幸楽ラーメン名店街なのですが、誰が呼んだかラーメン横丁と呼ばれるようになったそう。これはもうラーメン横丁だべさ。右も左も向かいもラーメン店、各店が切磋琢磨しながら味を磨いていったのでしょう。
その後昭和44年、数年後の札幌オリンピックに向けた道路拡張工事のため後楽ラーメン名店街は取り壊されることになりました。現在すすきのには元祖ラーメン横丁、新ラーメン横丁の2つがありますが、ラーメン横丁の名で市民に親しまれたことを考えると、原点はここ後楽ラーメン名店街と言えるかもしれません。味の三平と味噌ラーメンの誕生。味の三平の誕生、話はラーメン横丁の話と少し前後します。昭和23年、国からの許可が下りたこともあり、南三条から南五条の西に丁目通りの約220メートルは両側には屋台が多数並んだそうです。後に味の三平の店主となる大宮盛人がその一角につぶやきなどの屋台を出したのは昭和23年11月の出来事です。あまり繁盛していたとは言えなかったようで、もやもやした気持ちのまま屋台営業をしていたのかもしれません。そんな折、彼の屋台の並びにラーメンを売り毎日大盛況となるお店が登場します。これが松田寛七の屋台でした。ある日松田が流行っていない大宮の屋台を見かねたのか、ラーメンをやんなさい、今からでも遅くないよとアドバイスをしてきました。売れない屋台に飽き飽きしていた大宮は翌日から松田の屋台でラーメン作りを教わることになったそうです。これが札幌ラーメンに革命的な味を生み出す味の三平が誕生するきっかけになったのです。それにしてもライバルともいえる隣の屋台にラーメン作りの全てを教えるなんて、松田寛七の懐の大きさには驚きます。味の三平の功績は大きく、現在の札幌ラーメンシーンに大きな影響を与えるいくつもの発明と呼べるものを生み出しました。味噌ラーメンの開発。味の三平の大宮盛人は龍鳳の松田寛七にてほどきを受けましたから、その最初のラーメンは龍鳳同様醤油味でした。しかし彼は醤油味だけでいいのかという思いに加え、味噌は体にいいが持論だったこともあり、味噌汁をヒントに工夫を重ねて味噌味麺を生み出したそうです。一説によると世界最大のスープメーカーマギー社の社長がリーダーズダイジェストのインタビューで、日本人は味噌の効用を忘れていないかという指摘もヒントとなったと聞いています。こうしてそれまで札幌ラーメンイコール醤油ラーメンだったのが、今につながる札幌ラーメンイコール味噌ラーメンを多くの人に連想させるまでに至った味噌ラーメンが誕生したのです。縮れ麺の開発。札幌ラーメンイコール縮れ麺が定番となっていますが、これも味の三平の大宮店主と西山製麺が一緒に考え出したものとのことです。スープによく絡む形状、食べるときにこの縮れがプルンと唇を震わせる感触、そして麺のコシと弾力、そのどれもが札幌ラーメンには欠かせないものとなり、今に受け継がれています。ちなみに西山製麺によると縮れ麺にした理由は2つあるとのことです。1つは太い縮れ麺はスープが絡みやすくて、寒い北海道の夜に屋台でも温かいスープが最後まで楽しめるため、もう1つはかじかん立てで箸を使っても簡単にラーメンの麺をすくい上げられるようにするためです。冬の北海道の厳しい寒さの中、一日中力仕事をしていた労働者は夜にラーメンを食べるときに箸が上手に持てなかったみたいです。そのため箸から滑り落ちない縮れ麺は札幌の気候風土にぴったりの形でした。凍えたてでも縮れ麺なら食べやすいんだよね。縮れ麺開発の裏には、そんな寒い中でも食べやすいようにという思いやりの気持ちもあったのですね。もやしの塩。大宮盛人はラーメンを調理する工程で、麺を鍋に投じた後は手持ち無沙汰になることから、その間に何か一手間を加えたいと考えていました。そこでパフォーマンス性もあることから、フライパンを使って野菜を炒めることを思いつきます。これは煽り調理と言われ、札幌ラーメンの調理技法として受け継がれています。当初は玉ねぎだけを使いたかったそうですが、値段が高いことからもやしを使うことを思いついたそうです。またスープにコクを加えるためにひき肉を使うことを思いついたのも大宮盛人です。今でもひき肉に玉ねぎともやしが札幌味噌ラーメンの定番の具になっており、欠かせない存在になっていることからも、それがいかに相性の良い組み合わせかがわかるかと思います。ニンニクの塩。札幌ラーメンには欠かせないニンニクの塩も大宮盛人が使い始めたものです。味噌ラーメンが生まれる前はラーメンにニンニクを入れる習慣はなかったそうです。彼は戦時中に満州でニンニクを使った料理に親しんでいたこともあり、野菜炒めの油と肉のタンパク質、そして味噌とも相性のいいニンニクをスープに使うことを思いついたそうです。そしてニンニクを食べると元気が出ることから、戦後のまだ食料不足
栄養不足が続いていた人々を元気にしたいという彼の思いもあったのかもしれません。味噌を使うだけでは味噌汁のようにパンチの弱いものになってしまうところを、ニンニクを加えることで札幌味噌ラーメン独特の味わいになるのです。このように味の三平で生まれた味噌ラーメンですが、提供当初から今につながる原型が出来上がっていたのはすごいことだと思います。大宮盛俊の感性から生まれたいくつもの発明に札幌ラーメンを愛する一人として感謝しているのです。札幌ラーメンを全国に広めた2人のキーパーソン、花森康二。札幌味噌ラーメンの名前が全国的に知られるようになった背景には、忘れてはならない2人の人物が登場します。1人は暮らしの手帳という日本の家庭向け総合生活雑誌の編集長だった花森康二です。彼は昭和28年の週刊朝日にて、札幌ラーメンの街という記事を書き、その中で札幌の名物はラーメンである、酒でも昆布でもないという始まりで当時の札幌のラーメン店の多さを記事にしています。またその後暮らしの手帳にも札幌のラーメンという記事が書かれており、札幌はラーメンの街で味噌ラーメンというものがあるということを知らしめる大きなきっかけになりました。大宮盛人の作った味噌ラーメンを食べた時におそらくは花森編集長自身が大きな衝撃を受けたからだろう。大隈勝信、もう一人は大宮盛人の旭川中学時代の先輩にあたる大隈勝信です。彼は大宮の作る味噌ラーメンに感銘を受け、彼に味噌ラーメンの作り方を教わり、熊さんというラーメン店を札幌で開きます。昭和40年に高島屋が大阪と東京で初の北海道物産展を開催することになるのですが、その時に大宮の推薦もあり、大熊の熊さんが北海道を代表して札幌味噌ラーメンの実演販売をすることになりました。それまであっさりした中華そばしか知らなかった東京、大阪の人々に札幌味噌ラーメンは大きな衝撃を与えたようで、連日大盛況だったといいます。その後も数年にわたり積極的に各地の物産展に出店した大熊は全国に札幌味噌ラーメンを知らしめるために精力的に活動しました。その結果、その後わずか数年で札幌ラーメンの名が知れ渡ることになります。ちなみに2016年に大熊勝信氏の息子さん、故中山武氏が札幌ラーメンの熊さんをオープン。現在は閉店。いただいた味噌ラーメンはコクがありながらすっきり、味噌の美味しさを再認識するようなラーメンでした。そりゃあっさり中華そばしか知らない人たちがこんなものを食べたらぶっ飛んだだろうなぁと、当時の人の驚きに思いを馳せたのでした。やや打足ですが、札幌味噌ラーメンという名前が先行しすぎたこともあり、味噌汁に中華麺を入れただけのようなとても札幌ラーメンとは呼べないまがいものを出す店も首都圏などで多く登場した時代があったのも残念な事実です。札幌ラーメンの分類、他の動画でも説明していますが、札幌には札幌ラーメンとそれ以外が存在します。便宜上両者を区別する意味で、前者を札幌ラーメンあるいはトラディショナルラーメンと呼ぶなら、後者のラーメンをトレンド系ラーメンと呼ぶこともあります。誤解のないように改めて言うと、札幌ラーメンが正解でトレンド系ラーメンが不正解ということではありません。むしろ両方がバランスよく存在していることで、札幌のラーメンシーンをバラエティ豊かにしているのです。あくまでその違いを知った上で楽しんでほしいという個人的な願いでもあります。さて、その上で最後に札幌ラーメンをもう少し詳しく分類してみたいと思う。いろいろな考え方やアプローチがあると思うので、あくまで私個人の分類方法と呼び名だと思ってください。竹屋で生まれたラーメンは戦争で一度姿を消すが、戦後屋台を中心に活気を取り戻す。主に醤油味でまだもやしを炒める煽り調理は登場していない。これを札幌ラーメン第一世代と仮に呼ぶとする。その後、味の三平で生まれた味噌ラーメンは、味噌を使うというだけではなく、ラードを使ったもやしの煽り調理やニンニクの使用などで札幌ラーメンは劇的に変化する。これが現在につながる、一般にイメージされる札幌ラーメンの原型となっていると言えると思う。味噌ラーメン誕生以降はガラリとスタイルが変わる。まさに革命的に変わったと言っても良いと思う。そこでこれ以降を札幌ラーメン第二世代と呼ぶことがある。さらにこの三平で生まれた札幌ラーメン第二世代をベースに、各店がしのぎを削ってさらに味を磨くことになる。そしてそれが流派、系統などを作りながら発展してきた。ちょっと乱暴な表現であるが、例えばもともとあった札幌ラーメンの特徴的な部分をさらに強調して個性を出した純炭系、味噌のマイルドさを追求した信玄系、
クリーミーな豚骨スープを生かした雪風系などなど、あるいはそれらの流派に属さず昔ながらの定番のノスタルジックな味わいを守り続ける食堂系、ノスタルジック系と呼ばれるものも一つの流派と言えるかもしれない。あくまで私の勝手な分類なので賛否あるかと思うが、好みの味を探す一つの目安になれば幸いに思うのです。終わりに、札幌ラーメンの誕生から少し前までの歴史を振り返ってみました。随所に登場するキーパーソン、その方々がいなければ今の札幌ラーメンは生まれていなかったかもしれません。一人一人のつないできたバトンが今日の札幌のラーメン文化を作っているように思うのです。そして歴史を振り返り調べていくと、一人一人の人情にあふれたドラマが見えてきます。中国人を傷つけるような名前で呼びたくないと、ラーメンという名前を考え出した大久達。麺作りの大変さを知っていたから競合店にも麺を提供し、一緒にラーメンを広げようとした松島屋パーラーの大慢性。隣の屋台で競合店になるかもしれないのに大宮森戸に惜しげもなくラーメンを教えた松田寛七。麺の美味しさで評判だったにもかかわらず、どんどんライバル店にも麺を提供した西山千治。そして同じく彼が工場から機械まで全部準備をしていとこに経営を託したこと。寒い夜にうまく箸が持てない人のことを考えて縮れ麺を考えた西山隆之。自分が編み出した味噌ラーメンを教え、物産展のチャンスを大隈勝信に与えた大宮森と、私自身の思い入れが強い分、登場人物には私の勝手な解釈による心情描写があるかもしれません。ですが、調べるほどに登場人物の人に対する優しさが垣間見えてくるのです。歴史とともに渡されたバトンはもしかすると味だけじゃなく、人を思う優しい気持ちもあったのではないかと思うのです。